トイレと台所と洗面台が詰まってるっぽいんですよね。結構汚れが上がってきましたね。洗面台の方にも水が上がってきました。多分これ詰まりを通り越しちゃってる気がするんですよね。気がするんですよね。ちょっと手強いですね。その洗面台と台所の合流部がちょっと選択して入れるのが難しいって感じですね。これで縦缶に落ちて、やっと一安心。大体な経路がこれで分かったんで、あとはこの油たちをこの辺ですよね。これが全部油なんですよね。油です。これも油。ただ
ちょっと古いですけどまだ柔らかい部類ですね。洗面所の排水管見ていただくと大丈夫です。今そこから見れますか？見れます。ちょっと入れていきますね。はい、台所から洗面所の合流部まではもう綺麗になってるんですよ。で、次洗面所から見た方が分かりやすかったのでちょっとやっていきますね。こう入れてって、だいたいこれが入れたメーター数ではあるんですよ。今 1.5 ぐらい入れて、ここに一つ油の塊があって、すぐ入れていくと頭張りがあって、この辺とかはもともといた油がかなり剥がれてくれたような感じで、入れていくと剥がれた油たちがこの辺に堆積しちゃってて、これも堆積してもう油に当たっちゃうのでカメラが見れなくなっちゃうんですけども、この辺がかなり団子で油がいるのかなっていう感じですね。ちょっとこれを今から剥いでいくような作業をやっていきますね。ちょっと予定よりお時間かかっちゃいそうなんですけど大丈夫ですか？ちょっとやっていきますね。
最後水の流れ見ていただいてよろしいですか。まあ、最後内視鏡で見ていただいた通りもう缶の中には何もないので、もっと普通に流れるかなというところです。一番最初上がってくる感じと、あっちの洗面台の方からボロボロっと音が聞こえてたので、それがどうなっているかっていうのをチェックできればというところです。まあ音も鳴らないので大丈夫かなというところですね。あとはこっちも一緒に流して上がってくるかどうかで大丈夫ですね。あと止めた時にボボボボ音が鳴るともうここにお水が風水と呼ばれる水が溜まってるので、まず音が鳴ることはないかなっていうところですね。じゃあこれで一通り終わりましたので、片付けの作業を始め